美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回の飯旅は北海道飯旅ベスト10どう普段使い編。今回の動画は新しい視聴者さん向けの編集となっております。同界隈で私たちが足げに通う超お気に入りのお店のご紹介。なので今までに何度もご紹介しているお店ばかりになります。常連の方には飽き飽きの内容になっておりますので、あらかじめご了承ください。それでは早速 Let's get it started 1. 大黒屋旭川が本店のジンギスカンの超有名店大黒屋さん。今やここ札幌になんと3店舗も進出されて、いつでも食べられるようになりましたね。この飯旅を始めた頃はこれを食べるためだけに旭川に定期的に行ってたというぐらい大好きなジンギスカン屋さんなのですね、何度言ったことか。なんといってもこの超強火ってのが肝ですね。そうそう、すごい強火よね。焼き始めると煙もくもく。初めて昔の本店行った時、古くて煙がもくもくの店ね、食べた時笑っちゃうぐらい超強火の火力と未体験のラム肉の美味しさに本当にびっくりしたもんです。すごかったね。煙が峠の霧みたいだった。肉はやっぱり高温でジュジュッとってのがいいんだよね。ただ店舗が増えてシステム化された今の札幌店でいただくと、なんかあの時の衝撃の美味しさが目減りしちゃってるような気がします。わかる。何が違うのかな。美味しいけどね。札幌じゃ安い方だと思うしね。なんと札幌のお店で大黒屋さんではかつて見たことがないもやしが導入されていました。もやし始めてるらしい。おかわり野菜も有料になっちゃったし、メニューもすごい増えたけど、だけど我々は大黒屋さんでは迷うなかれ肩ロース一本勝負だね。経営が変わってからというもの、急激に店舗数が増えてるからブランドイメージが下がってる気がする。なんでそんなに店出すかね。高級食パンにしてもそうだったけど、そこいら中にお店ができたと思ったらあっという間に消えていくみたいな、資本主義主導の慣れの果てを見てるようですね。大黒屋さんは増えすぎないでね。 2. ソバtetsu安平町に本店を構えるお蕎麦の名店そば鉄さん。純粋にそばだけのポテンシャルや美味しさで言ったら、北海道内に他にもたくさん美味しい蕎麦屋さんはあるけれど、定期的に足を運びたくなる蕎麦屋さんはここ。特に初夏頃からね。はい、年に1回必ず発作のようにどうしても食べたいと猛烈に脳とストマックが求む季節限定のこのトウモロコシのかき揚げ。これはもはや発作ね。トウモロコシだけじゃなく、季節折々の旬の食材を使った天ぷらが抜群ね。はい、毎年初夏に安平を抜けて日高方面へってのがルーティン化してます。待ちきれなくて早く行っちゃって、トウモロコシは来週からですチーンってのもありありだけどね。だ 3. ラーメントーララーメンも美味しいお店だらけの札幌だから、美味しいお店はよりどりグリーン。そんな中でも普段使いの頻度が高いお店が清田区北野にございます。開店時間にはいつも行列のお店、ラーメン虎さん。札幌でラーメン言うたらおいちゃんが真っ先に来たがるお店の一軒でも、我が家からはベリーファーなのでたまにしか来れないのが残念です。はい、どれを食べても間違いなく美味しいと絶大な信頼を寄せているお店ね。はい、初めて来た時にいただいたエビシジミ豚骨醤油のスープを一口すすった瞬間に完全に胃袋は静かみにされてしまいましてね。非常にクリーミーでまろやかな雑味のない濃厚な豚骨が美味しいんです。豚骨好きもんね。そうなのさ。思い出しただけでもお腹がグーです。というか豚骨の匂いは苦手なんですけども、鶏でも豚でも牛でも丁寧にじっくり炊き上げられた濃厚白湯スープというのが大好物でしてね。匂わないやつね。おっしゃる通りです。っていうかあれ、牛白湯っていうのは食べたことがないな。牛骨っていうのはあれだ。確かにあんのかな。探せばきっとあるんじゃないかな。Anyway、このトラさんは普段使いとして最高な重要なお気に入りポイントがもう一つありましてね。はいはい。提供のスピードがものすごく速いってこと。何を頼んでもまるで博多ラーメン並みの速さでラーメンが登場してまいります。ラーメンにスピードは大事よね。特に片面好きの私にゃね。4. アートンコーテ
中央区の創成川イーストエリアにお店を構えるフレンチレストランに併設の非常におしゃれなブーランジェリーアトンコテさん。札幌市内にはたくさん美味しいパン屋さんございますが、その中でも我々にとってトップクラスにお気に入りのお店というか、全国屈指のお気に入りブーランジェ。店名のアトンコテというのはフランス語であなたのそばにという意味なのだそうですね。まさにフランスの街角にあるような小粋なパン屋さんをここ札幌の地にそのまま再現したかのような素晴らしい佇まい。ここに来たら絶対買ってしまうのが季節のフルーツをふんだんに使ったデニッシュデシュ。特にメロンデニッシュのみずみずしさとサクサク感はもうヤバうま。キウイもすごいよ。1試合19奪三振だからね。すごいよね。で違う、そのキウイじゃない。丸ごとキウイ半玉がゴロンと入ったデニッシュのみずみずしさは一色の価値あり。あとおつまみ系のパンも美味しいのね。ここの風ガス食べちゃうと他のお店のがってなっちゃう。なっちゃう。クロワッサンも有名ですよね。最高級の発酵バターの芳醇な香りがふわっと立ち上がり、外側生地のパリッパリサクサクとした繊細な食感は芸術的なんです。パン好きの方がわざわざ遠方から車を走らせて買いに来るのも納得の実力派名店。本場フランス仕込みのかのジョエル・ロブションでも腕を振るったという。ラッキーだよね。ジョエル・ロブションのシェフブーランジェのパンがこんな気軽にいただけるなんて。5. Today's katsu curry. Your shock no isi kawa. 続きまして、主成分カツカレーのうちのカツカレーおじさんが同王県で一番好きなカレー屋さんのご紹介。はい、北海道トップ3に絶対入る普段使いとしては最高峰のお気に入りカツカレー。札幌から函館方面向かうときにこれが食べたいがために登別を経由するというね、本当に大好きですよね。はい、大好きです。で、私も好きだけど、これを食べるためだけに登別へつってね。温泉に入らずんばカレー食べけりみたいな。もうすげえ混むんですか？苦手だったな。人生でこれなんか役に立つのかな？の人生で初めて使った。なんちゃってだからダメだしツッコミはなしね。合ってるのかどうかもわからんし。私も。こちらのカツカレー、カツ自体はそこまで素晴らしいクオリティというわけではないのですが、カレーが美味しいのよね。そうなんです。とろっとスパイシーな昭和30年代風のジャパニーズインドカレー。カレー粉と小麦粉、ラードを炒めブイヨンで伸ばすスタイルが主流だった頃のテイストじゃないかなと思うのですが、即席ルーがまだない頃のカレーね。はい、昭和44年の創業なんだけども、多分先代がもっと古い時代に習得したカレーなのではないかと思います。確かにこの辛いカレーはハマる要素大ね。でしょ。これカツがラード揚げのもうちょっと気合の入ったやつだったら日本トップクラスに好きカツカレーになると思われます。あらま、それはすごいね。カレーとカツ両方がすんげえ美味しいってお店なかなかないんだよね。だから日本中で探し回ってんだよね。そうなんっていうか、カツの美味しいのを作るっていうのはそんなに難しいことじゃないと思うんだよね。いい肉使っていい油で揚げてってことだからさ。確かにやっぱカレーはそう簡単にはいかないもんね。そうなの。このカレーに神田人国産のとんかつ乗せて食うのが夢っすね。なあ、そういうことね。そうなのね。6. Ginjiro. 普段使いの回転寿司といえば根室花丸さんや北北亭さんなどにもよく行きますが、もし近所にあったら一番頻繁に通うであろうがこちらの銀次郎さんです。はい、とにかくコストパフォーマンスが高いのです。いわゆる安いとうまいのバランスの取りどころが絶妙なお店。特に本マグロの鮮度とクオリティが素晴らしくて2貫で396円。もう他じゃ本マグロの赤身は2貫500円突破しまくってますからね。しかもちゃんと赤身は赤身、中トロは中トロ、本当に安うまなんです。はい、日によってシャリの握り加減や温度が若干不安定かなという瞬間もあるんですが、まあそんなことはどこのお寿司屋さんでもあること。人間がやることですからね。長嶋茂雄もトンネルしましたからね。すごいやつ。トンネルしても絵になる長嶋茂雄なんです。っていうやっちゃったっていう顔がね愛されるというか、ミスタージャイアンツ。
って野球ネタはいいから。いいんですよ。失敗は誰にでもある。失敗を恐れて何もしない人生なんて生きてて何が楽しいんですか？失敗ばかりでもそれはそれで困ったもんですけどね。何も言えねえ。美味しいけれども高いってのは数あれど、安さとうまさのバランスならここは日本トップクラスの回転寿司だと思います。そうだね。7. Murakami Curry Tenpal Pool. 札幌スープカレー第2世代のレジェンド的お店。1995年の創業以来独特なメニューとスパイス使いでファンを魅了し続けてきた大御所ですね。私がここで何よりも愛してやまないのが名物の納豆カレーです。スープカレーに納豆という組み合わせの先駆けとなったお店だね。そうなんです。初めての時は怖いもの見たさに食べてみたんですが、あれうまいじゃんつってね。そうそう、ひき肉の旨味と和の納豆特有の粘っ気とコクがサラサラとしたスパイシーな和だしベースのスープに天才的に溶け込んで、一度食べたら抜け出せない中毒性を生み出しているんです。3体無性に欲する札幌が誇るスープカレーなのか。 8. Karakuli Ko. 視聴者さんに教えていただいたからくりこさんです。本当に素晴らしいお店を教えていただき大感謝祭ですね。ここはすごいですよ。ここの大将が作る定食は飯旅史上日本定食ランキングで間違いなく上位に入ってくるレベルの一品です。小鉢からメインに至るまで手抜きが一切なくてちゃんと美味しい優しいお料理なのよね。一品一品に愛を感じる素晴らしい作品で、一口食べると職人技を感じる定食なんです。この内容でこのお値段はもうありがとうでしょ。はい、そうです。この愛にあふれた料理を手掛けるのがこれまたプロレスラーってんだから驚きだよね。違う、プロレス実況アナウンサーでしょ。あれそうなの？札幌プロレスリングの実況ですって。多彩なんですね。ねえ、教えてくださった視聴者さん、美味しい料理を食べさせてくれるからくりこさん、ありがとう。 9. Lumière et ombre. ソフトクリーム特集の時に見つけたチョコレート専門店リュミエール・エ・オンブルさん。美味しいものがありゃどこまでもの飯旅です。日本中のスイーツも随分と食べてまいりましたが、ここのスイーツを初めて食べた時、天才か思いましたね。ねえ、衝撃でした。以来この近所を通るときは何も言わずに無言のまま吸い込まれるようにスッとここのお店の前にハンドルを切りますもんね。あなた。はい、体が勝手に反応しちゃうんです。そしてここでいつも必ずいただくのが名物プレミアムチョコソフト。カカオ 70% のこのソフトはすんげえぞ。ねえ、実は私普段チョコレート系のアイスってのまあ食べない派なんですが、ここのチョコソフトだけは唯一自ら進んで食べたがります。まさに本物のカカオの香りとビターで上品な甘みが素晴らしいんですよね。はい、これは全く別物のプレミアムソフトかと思います。そしてナマコですよ。いやだからナマコじゃねえっつーの。このショーケースに並んでいるエクレアなのかな、まるでナマコみたいなフォルムのお菓子たちがこれまた素晴らしくてね。生地がザックザクで中のチョコレートクリームが濃厚でね、確かにめちゃくちゃ美味しい。びっくりしたよ。あとこれはただものじゃねえぜっつってね。おじセンサーピコンピコン調べてみたら、あら驚いた。なんとフランスショコラティエ界の巨匠ジャンポール・エヴァン氏の下で長年修行を積んだシェフパティシエだったのです。 Chef pâtissier. 近所に会ってくれてありがとうなお店だね。で近くに来たら無言でハンドル切るべきお店です。もう何回言え。イエーイ。 10. N43. ラストは札幌が誇る高級住宅街伏見の高台に佇むバーです。札幌の夜景を一望にできるバブルの象徴的伝説バー N43。津々浦々に素晴らしいバーは数あれど、ロケーションと眺めの美しさで言ったら間違いなく日本のバーで一番素晴らしい至高の空間。窓一面に広がる札幌の美しい夜景のきらめきを眺めながらいただくカクテルは本当にロマンチックで贅沢なひとときですよね。
ただ場所が場所だけに潰しが効かないバーでしてね、車じゃなきゃなかなか行きづらい場所。タクシーだとすすきのから2000円ぐらいかかっちゃうんで、往復4000円と交通費が飲み代より高くなっちゃうかも。だけど今シートチャージが安くなったからいいんじゃない？まあそうだね。バブルの頃はシートチャージが1人2000円くらいだったんで、タクシー代入れちゃったらまあまあの金額になってたもんね。それでもいつも行列のお店でした。なぜにか今はそんな混んでない。やっぱ飲酒運転みんなしてたんだね、昔。知らんけど、ここまだ訪れたことのない人は一度訪れることをおすすめします。コーヒーだけでもいいからね。札幌で絶対一度はってお店ね。というわけで、私たちはガチで普段使いしている道のお気に入りベスト10をお届けしました。お届けしました。観光の方向けのラインナップではありませんでしたが、観光の方は北海道ベスト10道初級者編も合わせてご覧ください。見てみてね。それではまた。次回のメッシュとビはガチでまた食べたい。Naganuma Kaiwai des. お楽しみに。See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よよろしくしなくと。急激に下がってるような気がするけどね。なんて？ふわっとはかわいい。かわいい。外側の外側の北北西側などにももう他じゃ本マグロの赤身っちゃ2貫500円突破まぐり。突破まぐりです。